はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月後半の星の解説とタロットリーディングさせていただきます。お願いします。あと3月のエネルギー解説という動画を前の前ぐらいにアップしたんですけども、そちらまだご覧になってない方はぜひご覧ください。3月後半も結構星が動くので、そういった星の動きを踏まえた上で見ていただけたらより一層活かせると思います。ではお願いします。ではいきますね。3月後半。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンド4、スター、運命の罠逆、ソード10逆、ワンドエース逆、ペンタクス5、忍者の逆、気をつけることや対策がカップ3の逆とペンタクス2の逆と、オラクルはペンタクスのクイーンです。ちゃんと身になってるよって感じがしますが、そうですね、ちょっと星の話もさせてくださいね。3月14日が月食になります。でこの月食っていうのは満月の大きいバージョンみたいな感じでエネルギーが強く感じるので動揺しやすかったりとか体調を崩しやすかったりっていうのはあるんですけれども、双子座の皆さんにとってはちょうどこのいろんなね試練というか責任とかプレッシャーとかそういったものを感じやすいんじゃないかなって思うんですよね。で非常にうまく自分が流れに乗ってるっていう風に流れているっていう風に感じると、より一層自分の能力を発揮してうまくいけるけれども、ちょっと今重すぎるプレッシャーとか進みづらい感覚、抱えてるものが大きすぎて嫌だとか思うとちょっと動きが鈍りますよね。ですがこの3月14日あたりに感じた自分のプレッシャーっていうものがヒントになって、この次ねまた3月29日にある日食に影響してきそうなので、これはとてもいい動きなんです。ちょっと躊躇していたなとか、ちょっとこれは責任が重すぎるなとか、自分にはハードルが高すぎるなと思っていたことに一歩踏み出すみたいな、その流れが来るよって感じがします。そして、3月15日からね水星は逆行を始めるんですけれども、それが結構自分の未来を見ていくとか夢を見ていくとかみんなで協力してやっていくっていうところで逆行しているので、双子座の皆さんにとってはそのチームワークとかすごくうまくいってますよ、チームワークね。でもその中で自分が下手こいたじゃないけどミスっちゃったとか変なこと言っちゃったとかっていうふうに思わなくていいです。それはそういうふうに自分が思うだけで、他の人はちゃんと双子座さんの真実分かってるよみたいな感じがあります。要するに自分が何か失敗しちゃったんじゃないかとかミスしちゃったんじゃないかっていうふうに勘違いしやすいなと思ったんですね。でも実はそれはミスではなく、その人らしさが出てた、その人らしさが分かる出来事だったっていうだけに過ぎないので、誤解を招くことを恐れすぎないでください。誤解されたんじゃないかなって思ったとしても、それは一時的にもしかしたら誤解があったとしても後からちゃんと分かりますので、そこは心配しすぎないでくださいね。であとですね、3月20日が春分の日ですね。で春分の日から占星術的にはね新しい1年が始まるっていう風に見るので、ここから新しい光が届くよっていうことなんですが、双子座の皆さんにとってはその新しい未来への可能性とか新しい仲間とか新しいプロジェクトとか、誰かと協力して一人では達成できなかった何かに向かっていくみたいな感じがあるんですね。ですから少し違う風が吹いてくるって感じがあります。なのでとても面白い動きなんですが、先ほど言ったみたいに3月の末っていうのはまだ後半っていうのはまだ水星も金星も逆行しているので、その価値っていうものを自分がつかみにくい、勘違いしやすいっていうのがあるんですね。でも後から分かるよっていうことだけ覚えておいてください。そして3月の27日にですね、金星が逆行してちょっと一時的に魚座に入るんですね。でこれによって少しまたナイーブになったり、仕事への心配事とかお金に対しての心配っていうのも出てくるかもしれませんが、でもトータル的に見てちゃんとしっかりと自分の価値っていうものは積み上げていけますよっていうふうに言われているので安心してください。でそんなね星の動きを踏まえた上でのカードの解説なんですが、やはり入り口がワンドの4なので非常に恵まれてると思います。やっぱりこの細かくねこの時はどうなのって3月後半はどうですかみたいな感じで見ていくと、もちろん多少気をつけることとかもあるんですけど、大きな流れでいくとやっぱり
多少の浮き沈みがあったとしても、双子座さんは今すごくいい流れの中にいるわけです。人生が拡大しようとしているその流れの中にいるわけなので、たとえそれが一時的に全然良くないってなったとしても、良くないことを経験することも大きな目で見たら必要なことっていうのが後で分かってくるって感じがあり、今見えているのは非常に人間関係がいいとか、何かがうまくいっている、自分が非常に受け入れられている感じがするっていう感じがあります。ぜひその感覚忘れないでくださいね。うまくいってますから。そして、理想を思い描くことも忘れないでくださいって感じがします。なんかちょっと話それるように思うかもしれませんけど、3月29日以降の日食からのエネルギーっていうのは、基本的には日食って次の日食まで影響するというふうに言われているので、3月29日から次9月22日までの大まかな、ね、流れとして何かがあるんですね。でこの大きな流れっていうのが双子座さんにとっては新しい可能性が出てくるよねってことなので、新しい夢を描いてねって感じがしたんです。でまだこれちょっと水面下の話なので、具体的にじゃあすごい夢いっぱい希望いっぱいでいい流れかっていうと、これ3月の末だけで見てるからそうではないんですが、3月29日以降、その自分が夢を見ていくとか新しい可能性を見ていくとか、そういう流れがあるよなって思うんですよね。あるよなって思うんですよ。ドラマチックですけど結構。なのでそれを思い描いておいてほしいなと思ったんです。ちょっと自分ではタイミング逃しちゃったかなとか、ちょっと自分はちゃんと運に乗れてないんじゃないかなって思うかもしれませんが、そんなことないんです。全員漏れなく全員乗ってるんです。そして今現在がソードの10の逆ということで、自分の中でも死ぬ気でやったんですとか、なんか怖い壁を越えたんですとか、一歩いやって越えたんですっていうものがある人に関っては本当にバッチリよかったねって感じです。それを超えられた自分というものを本当に褒めてほしい、褒めたたいてほしいですね。っていうのが3月14日の月食もちょっとそういうプレッシャーとかを感じやすいけど、それが結果としてはいい方向に進むよねっていうような流れなので、その中で自分が何か決断するとかっていうのはとてもいい流れなんです。これはいい流れっていうのは運勢にマッチした行動を自分が取ってるなっていう感じで、それに対してまだまだ頑張らなくちゃいけないんだ、もっとこうしなくちゃいけないんだっていうアイデアもたくさんあるかもしれません。でもご自身が思っているほど、双子座の皆さん頭のいい方多いので、器用にあれもしますこれもしますこれもしますってバーって思って、それ全部を叶えなくても大丈夫です。ご自身ではもっとできたはずとか、もっとうまくいけたはずって思うけど、そこまでじゃなかったみたいな、その自分への烙印を押したくなるかもしれないけど、なんか今は理想を思い描いてねって、そっちの方向に向かおうとしてることだけで素晴らしいんですよって言われてる気がしたんですね。だからもうちょっと長い目で見てそっちに進んでいくから、一時的に止まったって一時的にミスしたってそれはいいんですみたいなね感じがしたんです。でもちょっとしたミスとかちょっとした自分のなんかへこみっていうのかな、なんかそれに立ち止まってそこを一生懸命修復してからじゃないと次進めないみたいな感じあるかもしれないんですけど、下がってもいいし上がってもいいし下がってもいいしって言いしながら、またいろんな人と関わりながら進んでいってくださいって言われてる感じがしました。で後から結果見たら、ちゃんとゆっくりと育ってるんですねっていうか、ちゃんと進んでるんですね、ちゃんと価値が構築されていってますねっていう流れだなっていうふうに思いました。大丈夫でしょうか。そんな感じかな。ちょっとそれを踏まえた上での仕事見てみますね。お仕事、3月20日までっていうのはとても仕事運が強いので、外で輝く機会があるとか、自分が何かをやらなくちゃいけない、プレッシャーあるけどしんどいけどやらなくちゃいけないみたいなそういう機会ある方も多いかもしれません。でもその経験が3月20日以降特にね、また新しい可能性が見えてくるわけですし、新しくそこから関わる人が出てくるかもしれませんのでね。同じカードが出ましたね。同じカードじゃないか。ペンタクスのページですね、これは。でもグロースっていうことで、なんとなく私の中ではちょっと一致するものがあったんですね。そしてペンタクスの7です。そして女帝、めちゃくちゃ仕事いいじゃないですか。得るものがたくさんある。これね、得るものがたくさんある。ですごく、経済的にも豊かです。経済的にも豊かなんですが、双子座の皆さんの中ではもっといけると思ったのかなっていう感じはありますね。でも言われてるのは、このオラクルでもペンタクスのクイーンっていうのは
すごく豊かな才能があって、それをしっかりと持ってるっていう女性なんですね。でこれもペンタクスのページっていうのはここから育っていきますよねっていうことで、今から紡いでいく、今から育てていくみたいな感じがあり、ご自身はちょっと遅れてると思うかもしれませんけど、もっとできるみたいな思いがあったらね、でもちゃんとあるんですよ、そこに価値はっていうのがあり、めちゃくちゃ豊かじゃないですか。芳醇なエネルギーを感じてくださいみたいな感じがあるので、仕事としてはおそらく身になることとか、収入につながることとか、仕事を通して活動していることを通して自分の価値っていうものが構築されていくものがたくさんあるなって感じがします。ぜひその豊かさ感じてくださいね。こんなに豊かなものがあるのにご自身ではって思ってる感じがあるので、いやいやいや、十分ありますよみたいな感じかな。はい、そして人間関係見てみましょう。はい、人間関係はソードの7、ソードページ、ソードのクイーンということでソード揃いましたね。人に関してはちょっとすごく疑い深くなってますね。なんかもう絶対に傷つけられないぞみたいなのとか、絶対に甘い言葉を信用しないぞとか、コミュニケーション取りたいけど自分からは行きませんみたいな、相手が来てくれるなら答えてもいいよみたいな、そんな感じかもしれません。今はこう人に対して人と融合して何かをするっていうよりも、だから自分の中で育てていきたいものがあるっていう感じがすごくありますね。ですから人と関わることによって余計なエネルギーに惑わされたくないっていう思いもあるかもしれないし、なんか社交辞令で付き合わなくちゃいけないようなことは嫌だみたいな感じもあるかもしれないし、まあ一応調子よく合わせて、人に合わせていろいろうまくこなすけど、本当は今はもう私一人でいたいんですみたいな感じもあるかもしれませんね。いいんじゃないですか、そういう時があっても全然。それをまた私はもうちょっとちゃんと心を開かなくちゃとか、もっとちゃんと人と向き合っていかなくちゃって思わなくてもいいと思いますけどね。まあじゃあ3月後半は自分の夢を叶えようとか、自分の夢の準備をしようとか、もう仕事で精一杯だからそっちだけでいいやっていう感じで振り切ってもいいんじゃないでしょうかね。ただ人との関係っていった時にとてもなんか仕事はねペンタクスで豊かだって感じが出てるので、人間関係っていった時に急にストレスみたいな感じのエネルギーがあるので、ストレス感じるんだったらちょっと距離を置いてもいいと思うし、もしかしたら自分が硬くなってるのかもしれませんね、人に対して。ちょっと気をつけることを見てみましょうか。双子座の皆さん、人間関係に関わらずですけど、ちょっと気をつけることを見てみますね。はい、暗いストーリーというカードが出ています。このカードはこういろんな出来事があって、そこから逃げなくちゃみたいな、あっちでは人が覚えてるし、こっちではなんか人が見てるしみたいな、なんかどこに行ってもいろんなネガティブな物語を自分で思い描いてしまって、そこから逃げなくちゃって思ってませんかみたいな、もうちょっと力抜いて大丈夫だよって感じがしました。そしてどうしたらいいのかっていうと、信頼してくださいと。自分自身を信頼してくださいと。まさにこれ水星逆行とか金星逆行のエネルギーもあるかもしれませんが、自分を信頼してください。ちゃんと自分の望んでるもの、追いかけてるものを見てたら、不安とか危険なことっていうのは自然と回避してるんですよみたいな感じのカードですね。そして信頼して、自分を信頼して、人生を信頼して進んでいったらどうなんでしょう。インスピレーションということで、さらに頭が回りそうな感じがしますね。あ、こうすればいいんだ、ああすればうまくいくみたいな、そういった期待値がすごく上がる気がします。そして最後どうなんでしょう。もう一枚して引いてみましょう。最後は双子座さん、清らかさというカードが出ました。何か自分で自分を縛っていた環境の制限とか、そういったところから出れるよみたいな、鳥かごから出ますねみたいな感じのカードが出てますね。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら分かりました、通じたよっていう方はぜひいいねボタンやコメントやチャンネル登録で教えてください。ということでまたすぐにお会いしましょう。恋愛動画撮りますので待ってくださっている方ありがとうございます。ということでありがとうございました。失礼します。